こんにちは、みすずです。今日は高野豆腐もお肉の一部、安くてボリューム満点な高野豆腐の肉巻きをご紹介します。皆さんは高野豆腐は使っていますか？高野豆腐ってどうしても戻すのが面倒とか使い方がよくわからなかったりして、ダイエット中の方以外はあまり使わない食材なのではないでしょうか。私はこの高野豆腐のふわっとしたスポンジケーキみたいな食感が大好きなんですが、高野豆腐は良質な植物性タンパク質がたっぷりで、しかもお豆腐から作られるので低カロリー低糖質食材、そして乾物なので買い置きしておいてもすぐに腐るっていうこともないので、今日何にもないなっていう時に高野豆腐があったってパパッと使える、家計にもダイエットにも味方な食材なんですよ。今日はそんな高野豆腐を使った肉巻きをご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでいってください。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また詳しいレシピやブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。後で概要欄にリンク貼っておきますね。材料はこちら。今日はお砂糖なしでお酒、お醤油、にんにく、生姜で味付けしていきますが、甘辛い味がお好きな方はここにさらにお砂糖もしくはみりん大さじ1、2杯加えてください。また高野豆腐は戻すのが面倒とかスポンジみたいな食感が苦手っていう方は、油揚げで作った油揚げと大葉と豚肉の肉巻きっていうのが過去動画にあるので、概要欄にリンク貼っておきますね。戻さなくていいのでそちらの方がより簡単ですよ。今日の流れ3ステップですね。高野豆腐を戻す、そして肉巻きを作成する、最後は焼いて調味料を絡める、この3点になります。では作っていきましょう。まずは高野豆腐を戻します。高野豆腐を戻す時のポイントは50度から60度のお湯を使うこと。今回はだし汁にお塩1つまみ加えてちょっと下味をつけて戻していく感じにします。そうすると大豆っぽさがちょっと薄れるので、より肉巻きの中で高野豆腐が主張しなくって食べやすくなりますよ。高野豆腐を温かいお湯の中に入れると結構すぐにギューって水分を吸ってくれるんですけれども、それが真ん中までいかずに中央部分がちょっと硬い状態でいつまでも残ってしまうこともあるので、真ん中までしっかり戻してあげるようにちょっと確認してあげてください。またこれバットでやってますが、もうちょっと深さのある器でやってもらうと全体がお湯に浸かるのでより早く戻ります。また戻す時に熱湯を使ってしまうと比較的早く戻すことはできますが、その場合柔らかくなりすぎて表面が崩れたりすることもものによってなんですがあるので、ぬるま湯を使ってあげる、50度から60度ぐらいの温度のお湯を使ってあげるのがいいですよ。次に調味料を混ぜておきましょう。お醤油大さじ2杯の中ににんにくをすりおろして1/2杯分加えます。これはチューブのにんにくでもパウダーでも OK です。生姜はにんにくと半分もしくはにんにくと同量ぐらいすりおろして加えます。では戻した高野豆腐を切りましょう。ギュギューっと絞ります。これ片手でやってますが両手でギューってやってあげた方が早いですよ。ギュッと絞って取り出したら縦3本に切ります。このサイズはお好みで、高野豆腐をもっと細長くカットしてもらうとお肉の中でよりお肉と高野豆腐の一体感が生まれます。では肉巻きを作りましょう。豚バラ薄切りか切り落とし、これは切り落としを使ってます。お塩を振って大葉を1枚乗せます。豚肉もものによってサイズが違うと思うので、今回は2切れを使って巻いていきますが、1切れでも OK です。使うお肉によって調節してあげてください。もう1枚の豚肉を広げてくるくると巻いていきます。はい、これで肉巻きができました。結構巻き終わってから両手でキュッキュッとやってあげると外れにくくくっつきますよ。残りも同様に行っていきます。豚肉を広げてお塩を振って大葉をのせて高野豆腐をのせてくるくる巻きます。今回は高野豆腐2枚をそれぞれ3つに合計6個にカットしているので、豚肉は2枚ずつ巻いて12枚全部で使用しています。はい、
すべて巻けました。では周りに接着剤代わりにお粉をまぶしましょう。巻きが外れてこないように粉でくっつけてあげます。これは玄米粉使ってますが、薄力粉でもお米粉でも片栗粉でも何でも OK です。全体にまぶして余分な粉はパタパタはたいておきましょう。では焼いていきます。粉がまぶさっているとちょっと油が多めに必要になります。でも豚バラなので中から結構油が出てくるので、そんなにたくさん引かなくっても大丈夫です。フライパンを温めてごま油を大さじ1から1/2杯程度入れてもらって、巻き終わりを下にして豚バラを並べます。あとは焼いていくだけです。弱め中火ぐらいにしてもらって、焼き色がついたら向きを変えて、また焼き色がついたら向きを変えてと繰り返して、全面4面ありますよね。全体を焼いていきます。だんだん豚バラから油が出てくるので、フライパンの中も油でいっぱいになってくるのですが、今回は高野豆腐が中にあるので、高野豆腐がその豚の油を結構吸ってくれます。この豚肉の油を吸わせた高野豆腐が美味しいですよ。全面が焼けたら余分な油はもう拭き取りましょう。お酒を加えてひと煮立ちさせて、じゅわっとアルコールを蒸発させます。ひと煮立ちしたら混ぜ合わせた調味料を加えて絡めましょう。もうこれで出来上がりです。全体に調味料が絡まる程度に、あと高野豆腐が調味料を吸うような感じでしばらく煮絡めてもらって、全体がツヤっとして周りに調味料がしっかり絡まったら出来上がりです。こんな感じですね。ツヤっと美味しそうにできました。では器に盛りましょう。付け合わせはレタス、キャベツ、プチトマトを添えています。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は高野豆腐もお肉の一部、安くてボリューム満点な高野豆腐の肉巻きをご紹介しました。大葉が入ることによってあっさりして、ニンニク醤油の風味がとってもこってりとして、豚バラの油と調味料を吸った高野豆腐がお肉の中でなんとなくここまでお肉だよって錯覚させてくれるような、そんな肉巻きになっています。高野豆腐より油揚げの方が好きっていう方は、概要欄に貼った過去動画の油揚げの肉巻きをぜひご覧ください。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。